こんにちは、OK ジャパニーズです。今日は横浜に来ています。あなたは有名人に会ったことがありますか？セレブリティ、有名な人に会ったことはありますか？僕はあります。この前、僕は本屋にいたんです。本屋さんに行きました。そして目の前に人がいたんです。子供と一緒にいました。外国人です。外国人。で、僕は、あれこの人、見たことあるぞって思ったんですよ。で、すぐ、あの有名な人だ。あの有名な人だって思いました。ちょっと名前はね、言わないですけど、でも、YouTuber です。YouTuber で、多分、1億人1億人ぐらいフォロワーいるんじゃないですか。サブスクリプションが1億人ですよ。1000万じゃない。1億以上。その人がいたんですね。そこであなたはどうしますか？話しかけますか？すいません。あの人ですよねって話しますか？それとも話さないですか？僕は話しませんでした。話しかけませんでした。でもね、すごく迷いました。どうしよどうしようって思いました。で、今日はそんな話です。有名人に会ったその時の僕の気持ち、それが面白かったです。有名人だ、すごいという話ではないです。すごいっていう話ではなくて、その時の自分の考え、自分の気持ちです。僕はその時、あの人だ、見ている人だ、話しかけたいなと思いました。最初、あの人ですよね、あの有名なあの人ですよね、あなたはってね。だけどちょっと考えたんです。待てよ、話しかけようか。よし、まずなんて話しかけようかな、どうやって話しかけようかなと考えました。頭の中で英語でちょっと考えました。すみません、もしかしてあの人ですよね。そうやって話しかける。それが一つ。もう一つの話しかける方法は、子供がいたから。子供かわいいですね。かわいいですね。子供何歳ですかね。そうやって話しかける。そうやって自然な会話で話しかけてちょっと話すね。そういう方法。でもね、その後僕は考えました。話しかけて僕は何がしたいんだろう。僕ね、話しかけて、そうですよね、そうです、ありがとうございますと言われますね。ありがとうで終わりですね。普通はそれで終わり。もうそれ以外話すことないですよね。知らないからね、知らない人だから話すことないんですよ。で、相手からしたらその人はどう思うかを考えました。その人はなんて考えるかな。最初一つは普通のこと、毎日普通のこと。有名な人だからいつも誰かが話してくる、誰かが話しかけてくる、それが普通ですね。普通のこと、そう考えました。そして二つ目、その人が考えると思うこと、話しかけないでほしいな、話しかけないでくれ、
静かにしてくれ。ね。それを考えました。で、多分、静かにしたいだろうなぁと思いました。なぜならその人はもうすごく有名で、多分街を歩くといつも話しかけられる。あの人ですよね。サインしてください。写真いいですか？それは多分、時々大変ですよね。ね、自分が買い物したいとか、買い物してるんだけどとかね。もちろん最初はね嬉しかったとは思いますよ。最初はね、知ってくれてるんですか？ありがとう。ありがとう。写真撮りましょうね。でもちろんね、忙しくないなら、まあ嬉しいことだと思います。ポジティブな気持ちですからね。見てます。でも、多分その人が日本にいる理由は、静かに暮らしたいからだと思うんですね。静かな場所で家族と過ごしたい。だから日本に来た。だから日本に引っ越してきた。だと思うんですよ。多分。僕の予想です。多分そうだと思います。なので、僕は話しかけませんでした。話しかけるのをやめました。大人でしょうか、僕は。これが大人でしょうか。それともただちょっと緊張したからでしょうか。緊張もしました。何言ってた？なんて話そうってね。で、まあ、ね、話しかけずに終わったんですけども、なんかその時の自分の気持ちが面白かったですね。僕は知っている有名人、動画を見ている。だけど相手は何も知らない。でも僕はちょっと友達のような、仲がいい人、知っている人、そんな気分。それがね、面白いですよね。やっぱりそういう人が、たくさんの人が、知っている人、有名な人、そういうことをやっぱりちょっとすごいなって思いますね。すごいなとなんか思いますよね。100万人、1000万人、1億人のフォロワーがいる人ってすごいなって思いますよね。なんかその気持ちがあるというのがまず面白いなと思いました。自分の中に。当たり前なんですけどね。そして話したいなと思ったその気持ちも、自分の中で面白いなと思いました。僕はね、全然有名じゃないからあれなんですけど、でもこうやってね、見てくれている人ね、あなたが例えば僕がいたら「オッケーさんじゃん」ってね思いますよね。オッケーさんじゃん、知ってるねえ、オッケーさんは日本語を話してる人だよねとかね、そうやって思いますよね。多分気づかないとは思いますけどね。99% の人は気づかないし話しかけもしないと思いますけど、でも僕の場合は話しかけられたら嬉しいですよね。もしね話しかけてもらえたら嬉しいです。
はい。でも1億人になった時はちょっと大変と思うんでしょうね。歩くと話しかけられてね。マイケル・ジャクソンみたいな。マイケル・ジャクソンも外を出るのは大変だったでしょうね。あなたもそんな経験はありますか？有名人どうですか？あなたは話しかけますか？有名な人がいたら。それとも遠くから見て終わりですか？でももしそこで話しかけていても良かったとも思います。普通に話しかけても悪くない。こんにちは、好きです、頑張ってください、日本へようこそ。それはいいかもしれません。ちょっとね、人とのコミュニケーションね、ただの普通のコミュニケーションなので悪くないかもしれませんね。そうそう。でも僕は一人もし見つけたら話しかけてしまう人は絶対にいます。それはポール・マッカートニー、リンゴスターです。もし目の前にリンゴスターとポール・マッカートニーがいたら 100% 話しかけます。ファンです、ファンです、好きです、好きです、超好きです、写真いいですか、サインください、サインくださいって絶対言います。なぜならめちゃくちゃ好きだからです。はい。そうだね。どれぐらい好きか、それも大事ですね。めちゃくちゃ好きだったら絶対話しかけますよね。ね。まあ今日はそんなことでポッドキャストね、ありがとうございました。最近実はですね、新しいウェブサイトを作ってます。 OK ジャパニーズウェブサイト、メンバーシップがあります。今までね、ペイトリオンの皆さん本当にありがとう。ペイトリオンに登録してくれて本当にありがとうございます。あなたのおかげでこうやってポッドキャストを作ることができています。だけどペイトリオンから新しく僕のウェブサイトに行くことになりました。まだペイトリオンは少し続きますけど、新しいウェブサイトの方で、この動画のトランスクリプト、そして限定動画、メンバーだけの動画作っていきます。もうね、完成したのでよかったらぜひぜひ見てみてくださいね。それではまた次のポッドキャストでさよなら。